Amazon でエプロンついに買っちゃったよ。どうもステフです。今日はフルーツタルトを作った時に余った材料を使ってフルーツムースを作っていこうかなと思います。この動画を見ながらみんなも一緒に作ってくれたら嬉しいです。では最後まで見てください。今日の主役はこれです。ブルーベリー。何を血迷ったのか、私こんなでっかいブルーベリーをさ、安いからっていう、理由でさ買っちゃって、だからムースにしちゃおうっていう魂胆です。まずはブルーベリーの層から作っていきます。材料はブルーベリー、グラニュー糖、レモン汁、ゼラチン。板ゼラチンって本当は書いてあるけど、粉ゼラチンで代用します。生クリームはラップして冷蔵庫に保存しておきます。とりあえずではブルーベリーをブレンダーにかけてピューレ状にしていきます。スイッチオン。はい、できました。すごいピューレ状。このピューレにしたやつを鍋に入れてグラニュー糖を入れます。でレモン汁も入れます。これを火にかけます。はい、火にかけていきます。ひと煮立ちさせていくんだって。今日ちょっとさ、前回のさ動画を生かしてさ近めでやってんだけど、どう？見やすい？改善する意欲はあるつもりなので、何かこうしてほしい、ああしてほしいっていう意見があったら教えてください。さあ、もういいかな。もうそろそろ火止めます。ゼラチン入れちゃいます。沸します。こんな感じで混ざりました。できたら氷水を用意して、氷水に当ててとろみがつくまで混ぜます。なんか本当はボウルに移さなきゃいけないらしいんだけど、そんなんめんどくさいんで鍋ごとです。はーい。なんか前回すっごい喋っちゃってさ、すっごいなんかこう編集がまあ大変だったの。まずで編集大変だし、動画めっちゃ長いし、ほら YouTube って15分とかまででしょ。だいたいもう私の動画20分とか長いっていう動画になっちゃったから、ちょっと話すのがね億劫よね。こんなもんでいいんじゃないかな。とろーっとした感じね。はい、ではさっきまで冷蔵庫で冷やしといた生クリームを今度は泡立てていきたいと思います。泡立ったらさっきのを合わせます。はい、こんな感じで混ざったよ。美味しそう。これ使ったらあれのだよねって言われてちょっと恥ずかしくなっちゃったんだけど、これそうコスコで売ってるテラミスの器マジだってさ、こんなんさ捨てられなくない？だってガラスだよ。こんなん使うでしょ普通に。そんなことは置いといて、スプーンで移していきますよ。はい。余ったのはこういう風にね、なんかこういうちっちゃいやつ。はい、入れ終わりました。まあ2つほど汚くなっちゃったやつがあるけど、こんな感じで入れ終わったので冷蔵庫に入れて冷やし固めたいと思います。はい、このようにいい感じに固まりました。次のステップに行きたいと思います。はい、じゃあ今度はヨーグルトムースを作ります。材料は
プレーンヨーグルト、レモン汁、砂糖、ゼラチン、生クリームです。で、もうゼラチンはふやかしてあります。ではまずボウルに生クリームを入れて泡立てていきます。こんなもんかな。したらヨーグルトを入れます。さっと混ぜました。ふやかしたゼラチンに砂糖を入れちゃいます。こんなに大丈夫かなこれ。ちょっと大丈夫じゃないような気がするんだけど、私。ゼラチンだけ温めてくるわ。これに入れようね。この方がね、良さそうだ。もうちょっとだけチンしていきます。混ぜて砂糖を溶かします。はい、こんな感じで混ざりました。じゃあレモン汁入れちゃいます。さっきのに入れていきたいと思います。このまま流し込んじゃいます。はい、こんな感じで流し終えました。冷蔵庫に入れて固めていきます。はい、こんな感じで綺麗に固まってます。で、最後の仕上げを今日はしていきたいなと思います。前回のタルトで余ったラズベリー、もうラズベリーの傷み方は尋常じゃないぐらい早いので、早い段階で洗って冷凍にしておきましたので、今日はこれを使ってよいしょ、ジュレみたいな感じで上に乗せれるやつを作りたいなと思います。これもブルーベリーと同じ同様に潰していきます。スイッチ。ちょっとね、種が多いので裏ごしというかこしていきます。はい、こせました。綺麗なピューレなってる。本当はレモン汁がいいんだけど、ちょっと切らしてるんで、なんで代用ちょっとだけね、3g ぐらいかな、2g から 3g ぐらいのゼラチンを大さじ2の水でふやかしておきました。10秒ちょっとレンジにかけてきました。これをピュレに混ぜちゃいます。入れます。いい感じじゃないかな。こういう感じで3段の層になってるようにしてみました。冷蔵庫に入れて冷やします。いい感じに上のピューレの部分が、固まってきたので、飾り付けの準備に入りました。飾り付けに今回使うのは、生クリーム、ブルーベリーで、例のごとくミントがなかったので、今回ディル、匂いきついし、やっぱディルは乗せたら匂いがきつくて合わないかもしれないけど、見栄えはね、やっぱり緑で良くなると思う。あとは今回は絞り袋を用意して、絞り口も用意してあります。じゃあ生クリームを泡立てていきたいと思います。飾り付け用で絞り袋に入れるので、固めに泡立てておいてます。いい感じに綺麗な感じに固まってます。触ってもほら何の指紋もつかないぐらいに綺麗に固まってます。じゃあ盛り付けか飾り付けに入っていこうかなと思います。こんな感じ？どう？味噌に見えるかな？
はーい、完成しました。こんな感じでできてます。一番下がブルーベリームース、2番目がヨーグルトムースで、3番目がラズベリーのゼリー。食べたいと思いますブルーベリーのところめちゃくちゃ美味しい。ラズベリーのところお砂糖を入れてないからめちゃくちゃ酸っぱい。でも他の2層、下の2層が砂糖入ってて甘いからなんか結構さっぱりしてくれる感じ。ヨーグルトのところも結構美味しい。これ本当に結構全部さっぱりなもので作ってるから結構ね、夏とかにはやっぱりぴったりかもしれない。ムース状、ゼリー状になってるからスッて溶けるし、冷たいデザートが欲しい時にはぴったりだと思います。もうね、タルトを頑張って消費した私からするともう本当にこれはさっぱりめガチで、タルトあれ全部消費するの大変だった。こんな感じです。今日の動画はいかがだったでしょうか。本当に皆さん見てくださってありがとうございます。もう本当にね、チャンネル登録してくれたりだとか、楽しみにしてるからまたあげてくれとかいう意見をもらえて、ちょっと嬉しすぎて調子に乗りそう。お菓子作りずっとしてると私のこの体型がもうこうなってっても大変なことになっちゃうので、頑張って1週間に1度、まあちょっと無理そうなら2週間に1度ぐらいのペースで上げていきたいと思ってるので、もしよかったらまた見てくれると嬉しいです。で、あとあまりインスタとかでいろいろ動画上げたよとか言うとなんかうざいかなって思うのでこれからも見るよっていう優しい方がいればチャンネル登録してくれると、なんだろうこれ YouTuber みたいだな、よろしくお願いします。サブタイトルの方も英語字幕の方も頑張るので、もし英語バージョンだったらぜひどういう風に言うのかなって気になる人とかがもしいれば字幕付きで見てみてください。最初に言っておきますが、ステフはグラマーが本当に苦手です。なのでちょっとこれグラマー変だよとか言っていうところが結構あるかもしれないですが、お手柔らかにお願いします。本当に最後までご視聴ありがとうございました。またねー。